新日本語の生みの新です。さあ、今年 JLPT ね、合格しましょう。見てください。はい。視聴ガイドの後半です。さあ、今年の試験日ね、いつだろう。それをまず話しますよ。だからこの講座、どんな勉強があるんだろう。どんな特徴があるんだろう。それをお話しします。つまり、合格する視聴の仕方。ね。どう見れば合格するか。そのお話をします。はい。皆さん気になりますね。前半でも言いました。1回目は7月の5日。2回目は12月の6日。2回です。さあ、ということは、もうすぐ試験がありますね。もうすぐ試験ですからね。勉強しましょうね。はい。で、合格するためには、繰り返しね、何回もこの動画を見ましょう。さあ、私のこの動画、JLPT の試験と同じ内容を毎回やります。文字語彙から文法、読解、聴解。つまりですね、読解と聴解も毎回勉強できます。なかなかないですよ。読解と聴解も毎回やります。すべて学びます。で、JLPT 試験と同じ出題の形式にします。毎回同じようにやります。模擬試験として使ってください。そうすれば合格すると思います。合格しましょうね。はい。で、レベルは N3 レベル中心にやります。N2 もやります。N4 も入ります。N3 中心にやります。はい。文字語彙、文法。これは視聴ガイドの前半の動画を見てください。そちらで説明しています。はい。読解です。文章の内容と合っているものはどれですかという問題ですね。1分ぐらいのこの文章。これを読んでもらいます。これをね、ちょっと時間をかけて、まず読んでください。そういうやり方にします。そして問題ですね。今の文章の内容に合っているものはどれですか？4つから1つ、答えが1つだけあります。これは JLPT もこういう質問の仕方をします。全く同じ形式です。1、2、3、4。さっきの文章、どれだろう？どれが正しいんだろう？一つだけが答えですよ。三つは答えではありません。どれがこの文章の内容と合ってるだろう？それを自分で考えてください。考え方を教えます。5分ぐらいね。実際はもっと短く読み込んでください。読んでどれが答えか考えてください。考え方をね、教えますよ。4つの文章、3つが違うんですよ。正しい文は1つしかありません。それを読み込む頭。それをね、一緒に作っていきましょう。はい。読み方をね、教えますよ。テストの時はですね、速読。早く読むという読み方をしてください。だって時間がないんですから。早く読む。ただし、理解をして読んでください。理解をして読んでください。わからない日本語が出てくるかもしれません。わからない日本語があったとしても、文章を読む力、意味を理解する、
何が書いてあるか、それを理解する、そういう脳みそ、わかるかな？そういう頭にしてください。テストで速読ができる、そういう頭になるためには、日頃、学習、授業とか、自分で家で勉強するとき、精読、よーく読む読み方、わからない日本語があったら、スマホとか辞書で調べる、意味を調べる、読みを調べる、そういう読み方をしてください。それから、たくさんの文章、パソコンでもスマホでも本でも、とにかく日本語をたくさん読みましょう。読む習慣をつけましょう。それしかありません。はい。今度は聴解ですよ。聴解。今私の声聞いてますね。同じですよ。人の声を聞く。さあ、聴解で得点する方法で教えます。いいですか？聴解は音声、録音された音。試験会場で聞くのは1回だけです。もう1回聞かせてください。それはありません。1回しか聞けませんから。そのためにはどうしましょう？はい。音声を聞いて、今の内容をですね、内容を記憶に残す頭。そういう脳を鍛えましょう。日頃そのためにはですね、日頃人の話を集中して聞く。そういう聞き方にしましょう。耳を強くしましょう。意味わかるかな？人の話を聞く。集中して聞く。そういう力をつけましょうね。ぼわーっと聞いてたら頭に残りません。何を今喋ってんだろう。日本語で何を喋ってるんだろう。それを残す、そういう脳にしましょう。はい。懲戒問題、ちょっと聞いてみましょう。こういう出題になります。懲戒問題です。問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、その返事を聞いて、1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。はい。どうですか？わかりますよね。こういう出題。これだけではありませんよ。いろんな出題があります。今のような内容を理解する出題もあります。それからイラスト。絵があって、イラストを見て、どれが答えかという問題もあります。それから、何の絵もイラストも何もなくて、音声だけを聞いて答えを見つける。そういう問題もあります。さあ、もう一回繰り返しますよ。一回しか音声は聞けません。今一体何を喋ったんだろう？日本語で何を喋ったんだろう？それを記憶に残す、そういう頭にしてください。そのためには、授業中とか、どこでもいいです。日本語を集中して聞く。人の話を、日本語を集中して聞く。そういう癖にしましょう。そういう集中して聞く習慣にしましょう。さあ、もう一つね。聴解と読解、聴読解、両方の
頭を鍛えることを皆さんに教えます。日本にはテレビとかラジオとかネットも含めて放送があります。それをたくさん聞きましょう。そうすると、聴解、読解、聴読解力、聞く力、読む力が高くなります。これを皆さんにね、私は勧めます。NHK っていうのは日本のただ一つの公共放送です。NHK が外国人の皆さんのためにニュースをですね、優しく書き直して放送しています。ラジオで月曜から金曜日、夕方の6時45分から5分間、ニュースを優しい言葉にして5分間放送しています。これをね、聞いてください。このね、優しい言葉ニュース。皆さんね、今、日本はどうなってるんだ？世界はどうなってるんだ？そういう今の地球がどうなのか、それがまずわかります。それから、平日の月曜金曜の6時45分、ラジオなんて聞いてられないよ。バイトがあるよって人もいますね。これは1週間以内なら配信サービスでいつでも何回でも聞けます。放送時間で聞けない人は配信で聞いてください。で、この優しい言葉ニュースが分かれば N3 のレベルが絶対ありますから、そういう聞く力、読む力、これ上がりますよ。ぜひ聞いてください。さあ、それと最後ですね。プラス日本語、プラス情報。知ってて得する。知らないと損する。という話を最後にします。例えば、日本人でも間違う言葉。そういうのもあります。それから4文字熟語。漢字4つで表現する日本語もあります。それと慣用句。慣用句。よく日本人が使う言葉。なんていうのもね、こういうのも最後にお話しして、1回の動画をまとめようと思ってます。最初はね、ごまをする。ごまをするという話をします。さあ、ごまわかりますね。このつぶつぶがごま。棒でこうする。潰していくわけですね。ごまをする。でも、日本人って違う意味で使うんですよ。そういうことも勉強しましょう。JLPT に合格するだけじゃなくて、日本人が日頃使う言葉。これもね、最後に覚えましょう。はい、最後にまとめますよ。JLPT 日本語能力試験。試験問題は文字語彙、文法、そして今日私説明しましたね。読解と聴解。この問題が出ます。で、これが分かれば、点が取れれば試験に合格します。前も言いましたね。JLPT、ジャパニーズラングエッジプロフェシエンシーテスト。プロフェシエンシーは軸達度。N3 を受験する場合は N3 の全部の範囲、全部から問題が出ます。どれだけ N3 が分かっているかを調べるテストです。合格するにはその N1 から N5、N
いくつのそのレベルを毎日勉強しましょうね。それから前半でも言いました。満点は取らなくていいんですよ。つまり合格点以上を得点しましょう。合格点以上なら合格ですから。その勉強を一緒にしていきましょうね。今年 JLPT ね、合格しましょう。